最初のね3秒ぐらいが本当にポイントですね。紀尾井町にある赤坂桃の木オーナーシェフの小林武史です。今日は干し貝柱のチャーハンをご紹介いたします。材料がもう本当にシンプルなんですが、干し貝柱、卵、ネギ、あとタイ米のみでチャーハンを作らせていただきます。卵は普通の卵で結構です。割りほぐしまして、少し粗めのざるを通して卵のコシを少し切った状態のものを使います。ざる干しをするとですね、少しサラサラとはするんですが、調理の際に鍋の中で炊飯したお米とよーくこう混ざりやすいんで、うちではあえてコシを軽く切ってから使ってます。あとですね、干し貝柱ですね、メインの食材になるんですが、これはですね、この乾物です。乾物のこの干し貝柱をお水で戻して手で繊維一本一本にほぐして、でチャーハンに混ぜます。この干し貝柱の戻し方なんですが、こういうねビニールの袋を使います。乾物ですので、どうしてもこうホコリをまとったりしてますので、軽くねお水で表面を洗ってあげます。さっとで結構です。で先ほどの袋にですね貝柱を入れて戻すんですが、お水をね適量にはなるんですが、ここが少しポイントになりまして、ぐっとこう絞って空気を抜きます。空気を抜いて貝柱の表面全体にお水がちょうど残るぐらいなところまで絞ってですね、こんな感じです。これで空気が入らないようにしっかり絞って、一晩冷蔵庫に入れて戻します。ちょっと量が違いますが、戻したものがこちらにあります。一重ですとね破れてしまう可能性もありますから、しまう前には二重にしていただきますね。はい、では水をね十分吸って、袋の中にはもう水分は見えません。ちょうどこれぐらいに戻る水の量が適量ですね。ここから出しますとこんな感じになってます。これをですね縦に1ミリぐらいの細い繊維が走ってるんですが、これを1本1本ぐらいのつもりでですね裂いていきます。とても地味な作業でですね、ここまでする必要があるかどうかっていうふうによく言われるんですけども、細かければ細かい味っていうのがあるんですね。大まかだと大まかな味っていうのがありまして、繊細なお料理を作りたいんで細かく一本一本にほぐしていきます。この時点でですね水が少し足りなかったりすると硬い状態になってます。ちょっとほぐしづらいなと思えば少し水を入れてまた置いて柔らかくしてからやってください。あとこの時点でお水が出てくるぐらいのお水の量、少し多めの場合はそのお水に干し貝柱の出汁がね味が出てしまいますから、ちょっともったいないですよね。またそれはそれでスープなどには使えるんですが、乾燥した干し貝柱の味をもうここの貝の中だけに留めておきたいんで、ギリギリの水の量で戻しますね。ほぐしたものがですねこちらになります。繊維一本一本にねほぐして、次にネギを切ります。ネギの切り方というのはですねいろんな切り方がありますが、中華のみじん切りの仕方でもいいんですが、中華のネギのみじん切りっていうのはですね、包丁をこうネギに刺して目を入れていって、で、それを小口からみじん切りにするという切り方なんですが、中華のそのみじん切りの仕方だとどうしてもネギの繊維を潰してしまうような切り方になるんですね。ですので綺麗なお料理、繊細なお料理というよりも綺麗なお料理を作るというつもりで考えますと、ネギのみじん切りは、切れる包丁で叩くような切り方ではなくてですね、切るつもりでしっかりとみじん切りにしていきます。まず細切りにしまして、ネギというのは季節にもよっていろいろ変わってきますけども、叩いてしまうとどうしても苦味、あと刺激臭が出てきてしまいますから、それを出さないように極力、叩くのではなく切るというような感じでね。で、切れる包丁を使って切ると、やはりこのネギからの細胞が潰れてね、水分が出てきて、それが苦味だったり匂いに刺激臭になるということがすごく防げますので、切れる包丁でしっかりみじん切りします。これでみじん切りができまして、先ほどのね、貝柱と合わせて盛っておきます。白いところだけを使います。苦味とかが出ないっていう
このネギの芯の部分と巻いてる外側の皮の部分とだと味が違ってくるんですよ。微妙になんですけども食感も違います。ですので、皮の部分だけを使うんですけども、このチャーハンを作る場合は皮の部分だけで、綺麗なみじん切りを使います。はい、タイ米なんですが、これはですね炊飯したものでそれを軽くほぐしてあります。はい、タイ米は香り米とも言いますよね。とてもいい香りがします。でチャーハンを作るにあたって日本でチャーハンを作るんですが、日本のお米とこのタイ米とどうしようかって迷った時にですね、やはりチャーハンを炒めてる時に出てくる香りっていうのがありまして、タイ米でないとやはりその香りは出しきれないんですね。ですのでうちではタイ米を使ってます。タイ米は洗わずにもうこのまま釜の中に入れて同量のお水で炊飯します。それでもう十分美味しいご飯が炊飯できます。では鍋の方の仕事に入りたいと思います。お料理をしていきます。まずね、これが中華のガスレンジですね。火をつけます。はい、火力は膝でコントロールします。でなぜかというと、もう強い火力で右手左手をトマト鍋で使ってますから、いちいち手を離して火力調節ができませんので、僕らはね膝を使って火力調節をします。はい、で、鍋をきれいに洗って水はここに流せます。はい、プロは鉄の中華鍋を使いますので、鍋慣らしといいまして、熱く熱した鍋に冷たい油を流し入れて鍋慣らしという作業をするんですけども、ご家庭でねチャーハンを作る場合はテフロンのフライパンで十分です。この作業が必要ないですからね。あとこびりつかないっていうのはとてもいいことですので、僕らは鉄鍋を使いますからね、どうしてもこの鍋慣らしをしなくてはいけないんですけども、大さじ1杯ほどの油が鍋の中に残っています。で、うちの作り方でまずご飯を入れます。で卵を回しかけ、卵を入れたらもう一気に混ぜていきます。初めのもう数秒で卵がお米全体に行き渡ったら、あとはもう火力を弱めても大丈夫です。逆にここで卵に残っている水分を、飛ばしていきます。最初のね3秒ぐらいが本当にポイントですね。で、卵がお米にまとわりつき、余分な水分がなくなったらお塩を入れます。お塩を、30センチぐらい高いところからね全体にこう振りかけるような感じでお塩を入れます。塩味が回りましたら、先ほど切ってね、合わせたネギと干し貝柱、これを入れます。はい、ここで少し強火にしてネギと干し貝柱に火を入れていきます。ずーっとねこう混ぜていると水分がどんどん飛んで硬いチャーハンになってしまいますので、卵のね、少し焼けた香ばしいような香りもあり、でも、焦げてるわけではないです。ネギにも火が通りで、全体が馴染んだところで最後はね少し強火にしてお水をチャーハンの中心に入れて、鍋底から少し水蒸気が立ちますけども、その水蒸気でチャーハンをふんわりさせるような感覚です。であとは器に盛り付けて出来上がり。でこの時もですね、鍋がとても熱くなってますから、鍋は振り続けないと止めておくとここで焦げてしまいますからね。で、チャーハンの出来上がりです。ありがとうございます。はい、じゃあ早速見るからにこうパラパラ感が分かるんですけども、実際にこの見てみても、いやこれすごいパラパラなんですね。そうですね。ただこう乾いたような状態でパラパラというよりもしっとりはしてるんですがパラパラという感じに、はい、仕上がっていると思います。これは最初のその何秒かって先ほど教えていただいたようなやり方をやれば、はい、これに近づける。そうですね。そうです。逆にご家庭で
そのテフロンのフライパン、大きめのフライパンを使って作ればですね、こびりつくこともないですから、作りやすいと思います。ちなみに振ってたのは、まあ何かこう、菜箸とかそういうのそうですね。お箸でも結構ですし、ヘラのようなものでも構いませんので、絶えずこうかき混ぜながら、できればその、鍋を持つ方の手とお箸や道具を持つ方の手でこういろんな動きをしていただくと早く混ざりますのでパラパラにしやすくなる。で短時間で。そうですね。短時間ですね。はい。もうシンプルなんですけども、はい、噛めば噛むほどですね、ご飯と干し貝柱が口の中でこう合わさっていって、で干し貝柱の旨味も口の中でだんだん広がってくる。はい、確かに口に入れるとちゃんと食感がこうそれぞれの分かるっていうのは、やっぱりこれご飯はやっぱりタイ米なんですか？そうですね。チャーハンですので、日本でももうチャーハンといったらもうどこにでもあるようなお料理、日本のお料理になってますけども、やはり、タイ米を使って香りよく仕上げるっていうところで、はい、うちのチャーハンはこんな感じになります。確かに、あとやっぱりこれだけこう下ごしらえに時間かければ、そうですね。干し貝柱のほぐし加減で味も変わってしまいますから。はい、これで美味しいチャーハンを作って。そうです。はい。今日はありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございます。お疲れ様です。